部長です。つぐみだよ。前回の続きからやってくよ。今回はシルバー目標の達成を目指すことになるな。灰色グマは受け入れだけっぽいから余裕かな。14種類の動物の受け入れだけだな。そう考えると余裕な気がする。そうかもしれないが油断しないようにな。了解。とりあえず新しい動物を受け入れないといけないから、新しい島の方に飼育エリアを作っていくよ。本当の方はもうスペースがないからな。そうなんだよね。ということでこんな感じになったよ。結構狭そうだな。ちょっと狭い気もしたので少し拡張するよ。これで広くなったね。ちゃんと飼育できるように道も引いてあるな。新しい島にいろいろ作ることを考えて、スタッフが活動しやすいようにしよう。具体的にはどうするんだ？スタッフルームと飼育小屋はないとまずいかな。これで活動はできそうだな。あと電力も忘れずにな。了解。最後、変圧器を配置してここは OK かな。良さそうだな。さて新しい動物はどうしようかな。今飼育していない動物にしないとな。今まで飼育したことのないオリックスにしよう。俺の世代だとどうしてもプロ野球チームに結びついてしまうな。今の子はそんなに野球に興味ないよ。ゾウガメがマンドリルのエリアにいるぞ。前回の時にゾウガメを移動させていたと思ったけど忘れていたかな。とりあえずみんな引っ越し。場所はどこだったかな。事前に調べておかないと。ここだ。これで引っ越しの予約ができた。ちゃんとしないとな。バタバタしてて余裕がない。紙切りのところで問題が起きてる。社会性が下がっているな。群れが多すぎますって出てる。減らさないとまずそうだな。じゃあトレードセンターに何匹か移そう。オスとメスのバランスは取りつつ。個別に対応するのか、まとめて移動もできるぞ。そうなんだ。ほんとだ。このやり方の方が楽だね。ウチハエナも引っ越しさせるの忘れてた。抜けてるな。ウチハエナは前回の時にエリアを作っておいたからそっちに入ってもらうね。もともとその予定だったしな。やることメモってからじゃないとほんと忘れるね。どんどん動物受け入れないといけないからまた飼育エリアを作っていこう。新しい島に道を作ってあるからそちらに作っていく感じだな。そうなるね。エリアはできたのでそこにつなげる歩道を引かないと。起伏が激しいから引きづらそうだな。歩道の勾配は何回かやったから頑張って引くよ。ちゃんと地面に設置できたな。あとはエリアのへりに沿って引けば。ちょっと引くのに戸惑っているな。改めて引き直し。いけた。あとはゲートを作れば完成。新しいエリアに動物を迎えよう。今回も新しい動物にしないとな。水流で行こう。適当だな。適当だよ。今後の灰色グマの研究を見据えて研究センターを建てておこう。悪くないな。新しいエリアにはスペースがいっぱいあるからそちらに建てておこう。獣医の配置なんかも忘れずにな。新しい島をもっと開拓できるようにしよう。どういうことだ？ちょっと歩道が引きづらそうだったので飼育エリアのフェンスを少し狭めるよ。それで移動のスペースを作るってことか。フェンスの選択が難しいな。もうちょっと幅が欲しいな。いっそのことフェンスを消して作り直そう。これぐらいの大きさにしよう。結構狭くなったな。これで狭いようならまた考えるよ。ここで作り直すのは面倒だろう。ずっと放置してたワークショップを建てておこうかな。スペースはいっぱいあるし。なんか作りたいものでもあるのか？特にないけどやっぱり結国は消したいじゃん。水流も到着してるし次の飼育エリアも準備しよう。さっきスペースを用意してたしな。隣は作りづらそうだけどこの辺りになんで隙間を空けるんだ？なんとなく。あとは歩道とゲートだね。慣れてきたもんだな。さすがにね。 OK。新し
アに動物を受け入れよう。チーターにしようかな。前の動物園で苦労してなかったか。なんか他の候補が出てこないんだよね。1ページがあることに気づいてないな。あと逃げられないように少しでもフェンスを上げておこう。新しいエリアにも電力を通るようにしておかないと。まだ何もないな。チーターの教育ボードを設置したけど電力が来てないんだよね。なるほどな。だからスタッフ用の歩道を伸ばして変圧器の設置場所を作るよ。これで電力供給できた。せっかく新しいエリアを作ったけどそこに伸びる道が1本しかないから作らないと。なかなか強引に作ろうとしてるな。いい場所がないんだよね。交通機関的なものの方がいいんじゃないか。作り方がわかんないんだよね。手前まで来たからあとはつなげるだけ。結構長いな。来園者が疲れてしまいそうだな。後で休憩できる場所を作っておくよ。それで解決すればいいがな。もう一つエリアを作るよ。一つ一つ説明しなくてもいいぞ。じゃあ大幅カットで。ということで完成。14種類は大変だな。お金も稼がないといけないから展示場も作っておこう。どのあたりにするんだ。新しいエリアに作りたいけど歩道の上には作れないっぽいから内ハエナの近くに建てるよ。電力問題があったけど変圧器の場所を変えて電力を通したよ。ここには何を展示するんだ。グリーンイグアナにしよう。適当に選んだな。そうだよ。あとはサソリにしよこれも適当だな。う。そうだよ。あとは環境の整備と募金箱を設置してお金を入れてもらおう。新しい病気が出てきちゃった。 MRSA ってあるな。見たことない病気だね。早速研究してもらおう。早く研究して治してもらおう。そうだな。今一瞬死亡って書いてなかった？書いてあったな。あ、倒れた。本当に死んでしまったようだな。飼育員はなんで来なかったんだよ。忙しいわけではなさそうだったがな。みんなスキルが低そうだしな。教育する方法ないのかな。獣医を呼んでおいたから引き取りに来てくれたぞ。箱に入れられて運ばれていくね。ちゃんと世話をしなかったせいだな。飼育員がちゃんと世話してくれないんだもん。その飼育員をちゃんと世話しなかったせいじゃないか。新しい病気がまた出た。ロタウイルス。鳥インフルエンザ。病気が出てしまうのはしょうがない。前の動物園の情報を引き継いでいたら楽なんだけどな。また動物が死んでる。世話が行き届かなかったんだな。飼育員も増やしてるんだけどな。増やす以外の方法も考えないといけないな。それがわからないから困ってるんだけど。残っていたツチブタも死んじゃった。これでツチブタがいなくなってしまったな。どうすればいいんだろう。とにかくスタッフを増やそう。資金は大丈夫なのか。お金はどんどん増えてるから問題ないと思う。ではケチらずにやった方がいいかもな。でも今までも増やしてきたけど効果がなかったのが気になるな。やっぱりちゃんと教育する方法がありそうな気がする。調べなよ。くよくよしてもしょうがない。虎を受け入れよう。クマが先じゃないのか。候補に出てこない。やはり1ページがあることに気づいてないな。いろいろ触ってて気づいたんだけどスタッフの星の横に緑の矢印があるんだよね。よく見ると訓練って書いてあるし。ようやく気づいたな。俺も気づいてなかったが。これでスタッフのレベルを上げられそう。とりあえずやっておきなさい。いろいろ飼育に問題があることが分かってきたよ。スタッフの考えていることに遠いって書いてある。あと動物のことも気にしてくれてる。みんなやる気がなかったわけじゃないんだね。人を疑いすぎだろう。ゲームなのにこの明かりはリアルだね。
この意見を取り入れて近くに施設を作っていこう。ゾウのエリアが広いから少し削って施設を作っておこう。亀もゾウも面倒見るのが楽になりそうだな。ちょっとかっこ悪いけど飼育小屋は用意した。これで飼育ははかどりそうだな。さて近くに飼育小屋を作った効果はどうだろう。餌を持ってきてくれたな。ちゃんとトレイに入れてくれてる。余った分は地面に直置きか。トレイを別で用意した方がいいかもな。亀が餌を食べてくれてる。餓死しそうだったからな。これ以上死なれると悲しい。前回の事前勉強は何だったのだ。やっぱり基本が重要なんだね。亀が病気になっているけどなかなか獣医が治療してくれない。近くに獣医外科を作った方がいいだろうな。そうだね。またゾウのエリアが狭くなっちゃうけど獣医外科を設置した。すぐに見てもらえるようにするためにはこれでいいんだろう。これで病気が早く治ってくれればな。チーターも死んじゃった。原因が老衰だから気に病むことはないだろう。そうなんだけどね。今までやってきたけど動物が死ぬなんてなかったから。それも一頭だけじゃなく立て続けだったから。そういうこともあるだろう。それが今回まとめてきたって感じだな。今後の運営の際に気をつければいいと思うぞ。そうだね。獣医も悔やんでいるね。ちゃんと面倒を見れなくてごめん。気を取り直していなくなったツチブタを再度受け入れるよ。今度は大丈夫か。スタッフの教育も進めているからね。さて目標のハイイログマの飼育エリアを作っていくよ。どうしたんだ。動物の取引でクマが出てこないと思ったらフィルターかけたら出てきたから。ようやく気づいたか。だから準備をしておこうと思って。エリアはこんな感じでいいかな。あとはエリア名を直しておこう。アムールトラのエリア名も初期値のままだから直した方がいいな。そうするね。ようやくハイイログマを受け入れるよ。ここまで長かったな。まだまだ気づいてないことが多いからね。最近は真面目にやってるな。これで目標達成まであと少し。ハイイログマが到着したよ。あとは純濃度を上げるだけだな。今からやってくよ。まずは充実品から。次は知見の見直し。とりあえず雪をいっぱい引き詰めよう。これでいいかな。これは驚いた。びっくりしたよ。すごいよ君。本当にこの動物園を立て直しつつあるのか？ただハイイログマは微妙だったな。私が思っていたより全然荒っぽくない。むしろおとなしいじゃないか。でも客には人気があってショップにあるクマのぬいぐるみは売り切れだ。火災の原因になる可能性もあるからむしろ嬉しいよ。ようやく終わった。お疲れさん。今回は気づきがいっぱいあったな。とりあえず休んだ方がいい。そうするね。では次回。